おはようございます。ことのはあかねです。妹の葵です。なあ葵、ウォーノの新しい DLC はまだなんか？もうすぐだよお姉ちゃん。って言いたいところだけど、まだ未定なんだよね。でも、着々と準備は進められているはずだよ。やだやだ葵。うちも早くカナダとかスペインの師団で遊びたい。お姉ちゃんなんだからわがまま言わないの。葵のケチ。あなたの妹はケチなんかじゃありません。それでお姉ちゃん、今回はどんな師団を使うの？それはな、葵、今回は NATO の師団を使おうと思うんや。NATO の師団？私は資本いちいち赤くならなくてもええねん。冗談だってば、お姉ちゃん。それで、何の師団？アメリカの師団、第11装甲騎兵連隊やで。師団というか連隊やけどな、まずなんといっても、戦車がたくさん出る部隊だよね。M1A1 エイブラムスは、ウォーノでも屈指の強力な戦車だよ。偵察枠も強力で、ほぼ何でも揃ってるで。ブラッドレーや偵察戦車もそうなんやけど、BGS っていう偵察歩兵も優秀や。このゲームの MP5 が優秀すぎて、なんだこれはって感じだよね。このユニットは民兵扱いなんだけど、移動時でも脅威の精度 80% で撃てるよ。ホーミング弾でも搭載してるやるか。あとは、エアー枠がとにかく広いよね。埋めるかどうかは別だけど、最高で8枠も入るよ。A1000 なんかも使いにくいユニットやけど、一度でも攻撃が成功すれば、状況を大きく変えられるで。速度は遅いんだけど、それだけ長く攻撃できるってことだからね。30mm なら戦車が相手でもとっても効果的だよ。あとはシードが使えたり、搭載量は少ないんやけど、クラスター搭載機が使えたりするで。LGP は強力だけど、装甲が分厚い戦車とかは一撃で撃破できないから注意が必要だよ。強力なシードと組み合わせて、多彩な航空攻撃ができるのが ACR の大きな魅力やな。それじゃあお姉ちゃん、ACR の弱いところは？まず、歩兵枠が怖くしかないことやるな。ガスを確保するなら連度なしで運用するしかないで。となると、歩兵戦ではまず勝てなくなるね。火力支援が重要になってくるわけだね。そして何より優秀なユニットは多くてもどれも高いのが多いよな。エイブラムスも数を出せるようになるまで時間がかかるで。とまあ、こんな感じかな。私たちの敵機はこんな感じだよ。全体的に偵察が多めやで。これでも減らした方なんやけどな。お姉ちゃんは偵察たくさん入れるタイプだもんね。うちがまるで偵察しか考えてない。目力だけいいバカみたいな言い方やな。そこまでは言ってないよね。まあ、ACR はデッキに幅のある手段やから面白い手段やで。人によってはエアー枠たくさん入れるやろうしな。歩兵枠はアクティベーションのポイントが高いから削りたくなっちゃうけど、やっぱり5枠欲しいよね。そして戦車も入れるだけ入れたらいいってなって悩むよな。こんなところかな。それじゃ、実践に行こう、お姉ちゃん。やったー！始まったな。マップはパーティゴ。縦長のように見えるんやけど、横にも広いマップやで。お相手の方が選んだのは、英国第2歩兵師団だね。SAS をはじめ、歩兵が強い師団だよ。セカンド UK は、多くのプレイヤーの間でも強いって言われてる師団やで。敵馬にとって、一番の脅威は、強力な爆撃機の存在やろな。うまく戦闘機を飛ばして、積極的に対処したいところだね。初動で戦車がやられちゃうとまずいから、偵察戦車は配置したくないな。それに加えて、相手師団のヘリボーンが本当に強いから注意やで。AA ヘリとか戦闘機を出すか迷うよな。特に、今回のマップはパーティゴだから、相手にヘリボーンで有利なポジションを取られるとまずいことになるよね。逆に弱点なのは ATGM 車両に恵まれてないことやな。これは戦車が強い ACR にとって有利に働くはずよ。戦車もチャレンジャーが1カードしか入らないからね。連ドなしでも5両しか呼べないよ。IFV のウォーリアーもあるんやけど ATGM の貫通力は17で低めやな。歩兵にとっては脅威やから注意しないとやで。それじゃあ作戦計画についてだね。お姉ちゃん、これが目標の偵察写真だよ。こうしてちゃんと見てみると戦線が広いよな。主要な道路をマーカーで示したのがこれや。赤が相手側の道路、青がこちら側の道路だよ。ほぼ上下の対象になっているけど、特に左側は遠慮するように道路が伸びているね。中央のデルタは建物が多いし、歩兵戦では不利や。左右翼に偵察だけ置いて、左翼に注力するで。もし、相手がヘリボーンでブラボー周辺に強襲をかけてきたとしたら、この森も防衛するのが難しくなってくるからね。せや、ヘリボーンの後続として SAS に浸透されたら、攻略が一気に難しくなるで。相手も ATGM で補強してくるやろうしな。相手にブラボーまで浸透される前に、重要なポジションは確保したいよね。まだ戦いは始まってすらいないのに、ヘリボーンの脅威に圧倒されてるよ。これが実際の部隊配置や。でも、あれだけヘリボーンの脅威を力説しておきながら、対空はアイホークしか置いてないんよな。AA ヘリを配置してもよかったんだけどね。
もし相手がヘリボーンを選んでくるなら徹底的に撤退して対処することにするよ。中央は海洋手圧を加えつつ左翼はブラッドレーと歩兵に強い M728 で突破するで。それじゃあ試合開始や。スター予想に反して敵は右翼に展開し始めているね。 SAS もいるんじゃないかな。もし SAS なら都合が A で1ユニットで120ポイントもするから、それだけ相手は右翼に部隊配置してるってことや。相手は最初のポイントでハリアーも買ってるね。カイオワは倒されちゃったけど左翼の敵部隊は少なそう。これはむしろチャンスやで左翼を押し続けるんや。 HE ハリアーが飛んできたね。こちらも戦闘機を飛ばして迎撃するよ。序盤の HE ハリアーは強力やからな。ここで落としておきたいところや。落とせたね。せっかく爆撃に耐えたのに M728 が ATGM にやられちゃったで。スモークは搭載してないから難しいよな。でも AA ハリアーは倒せたよ。しかも2機目ハリアーは HP が8でアイホークは HE9 の威力があるからな。一撃で倒すことができたで。でもこれでアイホークのミサイルは尽きてこちらの戦闘機も落ちちゃったから、ちゃんと補給のヘリを展開させて補充しないとね。歩兵が持つロケットの射程圏内に入っちゃってるけど当たらないだろうと見越してあのウォーリアーを撃破するよ。やったな。アルファ拠点にも CV 戦車を入れて防衛を固めるで。敵のフォックスが右翼から進出してきたね。私たちの供給路を断たれるとまずいからなるだけ早く対処したいところだけど、フォックスがスモークを焚いたで主戦場から遠く離れてるのによく似てるな。現状対抗できるのが ATGM しかないのがまずい。榴弾砲とか失っちゃったらと思うと胃が痛くなるね。前線の方も見なあかんし後方にも注意を払わなあかんから忙しくなるで。前線は安定してるんやけどな。アベロやったね。これで後方も安定するはずだよ。足止めを食らってた部隊の前線へなんて思ってたんですけど SAS にも侵入されてたので偵察戦車を送っています。前線に送った偵察ヘリが落ちちゃって気づいたんだよね。やあ葵のドジうるさいなお姉ちゃん。商談やって葵いつものお返しや。もうこのまま左翼に行ってもいいんだけど防備も硬そうだし右翼に注力するよ。相手の心理的にも左翼の防衛が最優先になっていると思うんだよね。攻撃に必要な部隊は集まったしあの丘を攻略するで。ただ森にいる部隊は見えないから歩兵を突っ込ませるしか方法がないのがしんどいね。ブラッドレーがやられちゃったで。スモークはあったはずなんやけど操作が追いつかなかったな。歩兵を早めにマルダーから下ろした方が良さそうだね。視界も足りないし歩兵なら多少見えるはずだよ。1両目の ATGM はやれたで。あとはもう1両だな。エイプラムズなら安心して前に出せるよ。歩兵も前進させて足場を確保しなきゃ。森に入ることには成功したんやけど敵歩兵の抵抗が激しくて前進が思うようにいかん。やっぱり歩兵の連度の差が響いてくるね。歩兵同士の戦いだと明らかに不利だ。しかも森やから戦車砲とか追うとキャノンの火力支援が届かない。どうしよう。砲撃とかで左翼に敵の注意を引きつけつつ右翼を抑えたいところだね。歩兵戦では勝てないから思い切って M728 とかを突っ込ませたいけど敵の増援部隊だね。戦車で迎え撃ちたいところ。戦車の射程を生かせる戦いならうちらが有利や。まごうことなきチャンスやで。砲撃が飛んできちゃったね。急いで戦車を下げるよ。増援のウォーリアーは全部倒したからよしとしようか。あの榴弾砲は 175mm もある化け物やからな。どうにか戦車も逃がしたいところや。 AT 機を飛ばして敵のチャレンジャー戦車の撃破も狙うよ。当たってくれ。お姉ちゃん当たってないんですけどこれ何かのバグというか当たってないと困るんですけどさあなんでやろな。当たってくれないとうちも困るんやけどな。精度は 60% もあってミサイル4発も搭載しているんだけどね。レートが高いわけじゃないから1回の攻撃で1発しか撃てないっていう。右翼はさっきの砲撃でダメージを受けた偵察戦車が1両とそしてもう1両の戦車はまずいな。スモークを散布して交代させるしかないね。敵歩兵に攻撃される前に交代しよう。もうやけや。戦闘機体はヘリへ突っ込め。敵の迎撃機も飛んできたよ。戦闘機の数なら互角だけど相手の対空も多いね。でも1機はやったでもう1機も撃墜や。お姉ちゃんまた AT ミサイル当たってないし何これバグ。しかも攻撃に参加した戦闘機は全部落ちちゃってるし。コントロール S 押すね早く。お姉ちゃんが壊れちゃった。右翼にももう一度歩兵を突っ込ませてみたんだけどあまりにも敵歩兵が多い。葵もう右翼は無理や。左翼に部隊を向かわせよう。左翼なら勝機があるはずやで。わかったお姉ちゃん。動かせる兵力は左翼へ。もう時間もなくなってきたしここからは時間の勝負だね。第一陣の攻撃態勢は整ったで。
まだ集結中やけど、これほどの絶好の機会はないからな。攻撃開始や、最左翼の森にも歩兵を浸透させることができたね。歩兵も戦車も前進させるよ。あんなところに ATGM がおる。でもやれたで、敵の対空ミサイルにも砲撃するよ。チャレンジャーとエイブラムスが交戦中。とりあえずスモーク焚いたけど、エンジン壊れてるから動けないんだよね。まあ謎の歩兵がいたからな。敵が体勢を整える前に攻撃や。正直運みたいなとこあったんやけど、チャレンジャーは撃破できたで。インディア拠点にも歩兵を入れて守りを固めたいな。敵の爆撃機も飛んできたね。戦闘機もないし、このタイミングの爆撃は結構まずい。あちゃー。シードの AA ミサイル切れてたの忘れてたで。エンジン壊れてたとはいえやけど、戦車と歩兵やられたのは痛いな。なんとか CV が入ったな。ヘリに妨害されてるんやけど、戦車なら痛くも痒くもないで、CV が爆撃される可能性もあったから、ここで相手の爆撃機を1機落とすことができたのが大きいね。A10 も敵のチャレンジャーに突っ込ませるで。敵の対空はいないみたいだね。さっきの砲撃が効いてると思うよ。もう1両はやれなかったか。もう一度 A10 を旋回させて再度攻撃や。あのチャレンジャーも倒せたね。ただ、右翼から移動してきた敵の部隊が集まってきてまずいね。大丈夫や、うちらには A10 があるし、十分戦える。あ、やばい操作ミスって A10 の挙動おかしくなっちゃったかも。大丈夫や葵。あの敵を抑えられたら勝てるんや。敵の CV が入ってきちゃったね。すぐに取り返したいところだけど、前線に歩兵がいなくて視界が。あ、なんか敵の CV 入れたみたいやで。キルログ出とるし。なら、拠点中立化でプラス2ポイントになったままになるね。CV をすぐにでも入れたいところだけど、敵歩兵をまずは撃破しないと。CV 戦車の燃料も切れたから補給するで。うちらの戦車もやられたけど、増援のエイブラムスが到着したからなんとかなるはずや。ヘリも補給が終わり次第離陸させて AT ミサイルを撃ち続けろ。私たちもしんどいけど、相手もしんどいはず。あともう少しだ。迫撃砲でスモークを焚いて敵を心理的に拘束するで。はったりといえばはったりやけど、ないよりマシや。CV 戦車も最低限の燃料は確保したから、急いでインディア拠点に CV をねじ込むよ。戦車はかなりダメージを負ってるし、スモークを3として撤退するで。ヘリさえ生きてれば抑えられそうやけどな。100万を超える自由を愛する諸君よ。進んで、我らが部隊に参加せよ。自由への喜びを口々にしながら、CV も入ったな。これで、ポイント的にも大差をつけられるはずやで。十分な時間もある。GG って相手も言ってくれたね。やった。なんとか勝てたよ。正直かなりしんどい戦いやったな。右翼の攻撃は失敗したし、最後も CV 切れたから相手も投了したんちゃうかと思ってまうな。キルレシオでも差がついてるからね。でも勝ちは勝ちだよ。ここまで見てくれた人たちもありがとな。ありがとね。やった。お姉ちゃんのおかげで勝てたよ。そんな風に言われるとなんか恥ずかしいな。うちもミス多かったし、困った時はいつもお姉ちゃんが助けてくれる。